こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はこちらの紹介と、実際にこのバンに組み付けるっていうちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが、まず、このパーツ自体はもう見てわかる方はわかると思うんですけど、ジムニーの1型グリルですよね。もう平たく言うと JA11 ジムニーの1型グリルで、ジムニー好きの人はもうわかると思うんですけれども、ちょっとどういうことっていう方のためにちょっとご説明させていただくと、うちの方で販売させていただいているこの WPL ジャパンのジムに、バンと後から出たホロタイプっていうのがあるんですけど、このバンの方ですよね。バンの方に最初からついてるこのノーマルというか標準でついているグリルっていうのが、実車の JA11 ジムニーで言うと、2型から5型に使われているグリルなんですね。JA11 ジムニーっていうのが1型から5型まであるんですけど、1型だけこの1型グリルっていうのがついていて、実車の方では、これがかっちょいいなっていうので、かなり人気があるんですよね。で、やっぱりこの RC カーの方でもホロの方にこの1型グリルついてますので、これスペアパーツで販売が開始されるんですけれども、ホロ車に使うんじゃなくて、多分このバンのグリル、これを1型グリルにしたいっていうので、これを購入してつけるっていう方が多いんじゃないかなと思うんですよ。ただですね、これ、残念ながらちょっとポン付けっていうわけにはいかなくてですね、ちょっとした加工が必要になります。ちょっと今回の動画は主に、その点についてですね、実際に、作業を進めながら説明の方させていただければと思います。じゃあまずグリルの組み立てからいきますか。これ実際にですね、購入してお手元に届いた時には、こうバラバラなんですよ。これと、これと、これこうなるやつですよね。で、あとは、これ、一番肝心なエンブレムですね。これが入ってます。あと、この今のエンブレムを貼り付けるための両面テープ。こういうのが入ってるんですよ。で、実際にじゃあ貼り付けるところからいきますね。これやらなくても大丈夫ですけど、できればパーツクリーナーみたいなもので、この貼り付け面ですね、を脱脂をしていただいた方が、やらないよりは全然いいんじゃないかなと思います。もちろんもっとちゃんとシリコンオフ持ってるよとかもしそういう方いたらそういうの使っていただければいいんですけど、そのまま、最悪そのまま貼り付けてもいいですし、パーツクリーナーがあれば、パーツクリーナーで拭いていただいた方が、何もしないよりは全然マシだと思いますし、っていう感じです。はい。で、これシールですね。両面テープか。両面テープを剥がすとこんな感じになってるんで、これ大丈夫ですよね。こっちも一応脱脂しときますか。このエンブレムの裏側。ここですね。もうちょっとパーツクリーナーでささっとでいいと思う。拭いて、で、形をよく見ればわかると思うので、ここに貼り付けると。こんな感じですね。同じ形になってますので、それをちょっとよく見て、貼り付けると。で、当然、両面テープですので、片側剥がさないといけないですね。もう片側を。これ剥がして、で、ちょっと向きは注意していただかないといけないんですけど、このグリル、今、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、画面で上が上。で、画面で下が下。上下の向きがあるっていうことです。これ横から見ていただくと、こんな風になってるんで、ちょっと爪が斜めになってるんですよね。今、爪だけ見ていただくと、爪が水平でグリルが斜め。でグリルを垂直にすると、爪がちょっとこう斜めになってるの分かります？今、爪がちょっと上向きになってると思います。これが、このグリルも上下あるんですけど、グリルの方は多分見ればわかると思います。今、これが上下合ってる向きなんですけど、ここに対して、さっきの爪がこうはまりますので、グリルって横から見るとちょっとこう斜めになってるんですよね。こんな感じで。ちょっと斜めになってるじゃないですか。こっち向きに。こういうことですね。で、
このグリルが斜めになっている状態で爪は水平っていうのを理解していれば、間違いないかなと思うんですけど、あと分かりやすいのはあれか。爪横からよく見ると長い方と短い方があって、短いのが上ですね。で、長い方が下です。こっちの方が分かりやすいかもしれないですね。はい。で、上下間違えないようにしながら、もう真ん中、単純に真ん中ですね。こうめがけて貼り付けると。こんな感じです。で、これをここにこうセットして、一旦これでグリルは完成なんですけど、当然これ付け替えないといけないんで、ここからですね。ここからやっていきます。一応このジムにまだ綺麗なんで、ペーパーウェイス引いてやりますか。ルーフに傷がついちゃうんで。はい、こんな感じで。ボディ外しは大丈夫だよって方多いと思いますが、一応わかんないっていう方のためにやっていくと、バンの場合は6箇所です。お尻側、ここ、1、2、で、本当はここに3、4。ちょっとこれ、サボってパーツついてないですけど、ここにネジがついてる方はここ3、4。で、前ですね。前の、このちょっと見づらいんですけど、ここじゃなくて、その奥、さらに下の方っていうんですかね。に、1じゃない。5、6か。1、2、3、4、5、5、6とありますので、その、6本のネジですね。全部外してください。今回この白いジムニーバン、ちょっとまだカスタム途中なんですけど、ちょうど、なんていうんですかね。バンの形したのがなくて、これしか。ちょっとこれをサンプルにやっていきますけど、ノーマルでももちろんやり方は一緒です。はい、6本外しました。で、ボディを外します。で、これちょっとメカも変わっちゃってるんでこんな感じですけど、この時に気をつけていただきたいのが、基板ですよね。基板にライトのコネクターと走行用のバッテリーからこう来てるコネクターが基板についてると思いますので、それをですね、こうガンって外すと破損してしまう恐れがありますので、そこは慎重に取ってください。で、刺さってた場所を忘れちゃうよっていう方は、油性マジックとかでマーキングしておくと、間違いがないかなと。戻すとき向きもありますので、その向きも含めて間違えないように戻すっていうのは注意してください。はい、じゃあこれはちょっとメカ乗せ替えてあるやつなんで、必要なとこだけ外して、ボディを外しました。で、今度はグリルを外したいので、まだここから分解が必要になります。ここと1、2、やばい。こういう時にちょっとバレますね。ここネジが止まってなかった。1、2、で、あとは後ろか。ここですよね。ここを3、ここ外していきます。じゃあ、今の3つネジ外しましたと。そうすると、フロントこう行くと思うんですよね。こう、剥がれると思うんですよ。で、リアはちょっとついてるバンパーとかにもよりますけど、だいたいこうめくっていけば、ちょっとここ、構造的にはまってはいるんですけど、構造的にというか、形状的にというか、こんな感じでやると外せると思うんで、で、つけるときもこう逆ですね。こうして戻すっていう流れになります。多分ちょっと今回の動画、つけるところ省いちゃうと思うので、長くなっちゃうんで、戻し方そんなに難しくないので、当然今分解していったところの手順を覚えておいて、ちゃんと戻せるようにしておいてください。最後多分、あと戻して終わりですって言って終わっちゃうと思うんで。はい、じゃあこれでこの内装パーツとボディですね、が分離しましたと。ちなみにこれ、ガラスなくなってるんですけど、ここをカットするとこんな風にガラス開いてますよっていう表現ができます。はい、話取れました。グリル外していきます。グリルの外し方も大丈夫だと思うんですけど、ここ爪ですね。爪が4箇所1、2、3、4と止まってますので、ここを爪をこう外してあげるようにして、で、この爪を外しただけだと、このサイドですね。なんか横にスリットの中にギュッとはまってる場所があるんですよ。ここに。ここが外れてこないんで、結構きついんですよね、ここ。
ここ何かドライバーの先とかでちょっとグッと押してあげれば、こう、押し出せるので、これで押し出してあげながら、爪もちゃんと外れてるかなみたいなのをこう見ながら、この辺ちょっと押してあげれば、ポコッと外れてきますので、こんな感じですね。こんな感じで外せますと。あ、そうだ。ノーマル状態の方は、ここ LED がはまってると思うので、LED の、バルブ、LED ライトですね。は、当然、爪でちょっと引っかかってると思うんで、そこを避けながら、プッと抜いてから作業をしてください。これもちょっと、最後、元に戻して終わりですって言って終わっちゃうと思うんで、先に言っておくと、ちょっと組み付けるとき注意していただきたいのが、この純正ノーマル状態の LED ライトってこんな感じで足がむき出しなんですよね。で、これ戻すときに足曲がっちゃってこうプラスとマイナスがくっついた状態で戻してしまうとライトがつかなくなっちゃうんで、それは注意してください。ちゃんとこう開いて、ただこれあんまりいじりすぎると切れちゃうんで、それも注意してくださいね。そーっと作業していただきたいんですけど、今僕あんまり良くないやり方しました。ここ持って開いたんで、足のこの硬いところ、棒のところですね、を持ってこう開くようにしてください。これでくっついてないですよね。プラスとマイナスが。この状態で組み付けるっていうのを注意して元に戻してください。はい、じゃあ続きいきます。この状態になりましたね、ボディが。で、今回説明したかったのがここからなんですけど、これ1型のこのグリルをですねつけようと思うと干渉しちゃう部分があって、それがですねここになります。ちょっと黒く塗りますね。ここがですね2から5型用のグリルの形状に対してこの1型グリルっていうのが彫りが深いんですよね。こんな感じで、この彫りが深い関係でですね、ここが他は一緒なんですけど、バンタイプとホロタイプで、ここの彫りが、この土台の部分ですね。これも、ここの彫りの深さがちょっと違うんですよ。ちょっとここ削ってあげないと、こうつけようと思っても、こう干渉しちゃって、ちょっと分かりづらいかもしれないです。ここがですね、ちょっと浮いちゃって収まらないんですよ。見えますかね？こうちょっと浮いちゃうんですよ、ここが。で、実際にやってみると、まず、どうしよう。ルーターが一番便利なんですけど、やっぱりそんなのないよっていう方の方が断然多いと思うので、ちょっと一旦ルーターで削って他の方法はちょっと口頭でご説明してっていう流れでいきますね。これうちのルーターなんで他の動画でもちょいちょい同じような状況で完全に宣伝になっちゃいますけど、でも本当に便利なんでおすすめです。よくこういうようなカスタムする方はぜひご検討ください。こうスイッチ入れて、で、これこう回るじゃないですか。もう先っぽ回ってるんですけど、これで、ここの黒いところだけを削る。こんな感じですね。もちろん他の場所こう削ってしまわないようにっていうのは注意しながらやっていただきたいんですけど、ルーターがあるとこんな感じで、さっき黒く塗ったところですねを簡単に削ることができますと。で、こっちも一緒ですね。こんな感じで削ってあげます。そうすると、さっきスポッと収まらなかったグリルがですね、ちょっと仮で入れてみますね。今のところを少し削ってあげると、少しって言ってもまあまあ削るんですけど、ルーターでやるとちょっと簡単にちょっと削っただけっていう感じなんですが、ここがですね、こうぴったりきっちり収まるようになります。で、手作業だとまあまあ手間正直かかるんですけど、じゃあちょっと手作業でやる場合の方法いくつか、こんな方法どうでしょうかっていうのをちょっとお伝えしておきます。やっぱり定番はこう棒やすりでコツコツ削ってあげる。これでやる場合はおそらくこんな感じで当ててこう削っていく。
っていう風になると思うんですけど、やっぱりこの時もここ無駄に削ってしまわないように気をつけてください。これでこうコツコツ削ってあげると。で、当然作業をするときはこう削っては当ててみて、削っては当ててみてっていう風にして、収まるまで削ってあげると。この方法が、一つ考えられるかなと思います。で、あとは、あんまりおすすめしないですけど、ちょっとヤスリもないよっていう場合は、やっぱりカッターになってくるかなと思うんですが、当然怪我には十分注意してやっていただきたいんですが、この辺にこう刃を入れて、こう削っていく感じになるんですかね。だいぶコツコツ削らないといけないと思うんですが、これも無理だっていうことはないと思います。ただ本当に怪我には気をつけてやっていただきたいです。ちょっとずつやった方がいいですね。今ちょっとやってみたら削れてるんで、こんな感じでいけるとは思います。カッターでも。はい。こんな感じでいずれかというか何かしらの方法でここですね、干渉してしまっている部分、さっきここで黒く印をつけたあたりですね、そのあたりを削ってあげてうまくはまるように加工をしてあげてください。もうおじさんはこれですよ。おじさんはルーターを使ってください。若者は僕もそうでしたけど、これぐらいの加工はこういう電動工具には頼らずに手作業で修行のように削ってください。いやー、楽ちんだわ。楽ちんだわ。はい、じゃあ、これで無事装着ができるようになったはずなので、続きの作業進めていきます。はい、じゃあこの上下ですね、上下気をつけながら、よく見ればわかると思いますので、上下気をつけながら、これとこれ2つのパーツくっつけながら、これですよね、このライトパーツ、これを元に戻しながら、これ確か上下なかったはずなんで、一応今回この爪を上にします。この爪を上にして組みます。多分逆でもいけると思うんですけど、一応爪上でやってます。はい。で、もともとついてたやつでいいんで、このクリアパーツですね。これもポッチが1箇所ついてるんで、それがこっちのスリットにはまるように戻していきます。はい、こんな感じで綺麗に収まってるところで、これを取り付けていきます。組み戻すときに、このレンズとかちょっとずれてるとうまくはまらないことがあるので、ちょっとその辺は注意しながら戻していってください。あとここですよね、端っこのこのスリット、縦に切れてる長い穴、ここに爪みたいになって、爪ではないんですけど、ここにはまるような形状になってるところがあるんで、これをしっかりはめてあげると。はい。で、しっかりはまったかなっていうのを確認して、はい。かっこいい。これ、もちろん好みの分かれるところではあるんですけど、僕は断然1型グリル派ですね。うちの車用車も1型グリルになってますけど、1型グリルのここの彫りが深いのが好きです。この感じ。はい。じゃあ、これでもう取り付け自体は完了なんで、あとは戻してくださいっていうところになります。ここは飛ばしちゃいますので、大丈夫ですよね。元に戻してください。あれか、いやいや、全部やってよって方もいるかもしれないので、一応サクサクっとした説明でやっていきます。こう斜めにはめて、で、この時にここちょっと収まり若干パズルみたいになってるんで、こううまくはめてあげて、この状態ですね。目安としてはこのポッチがここにはまるっていうのが正しい位置になります。そしたら外した3箇所のネジですねを戻します。このお尻のところとここですね、こことここです。で、今回のシャーシの場合は、
これだけですけど、ここ戻していきます。カスタム途中なんでなんか、コネクタ分岐させてライトつけようとしてた形跡が見られますね。もう2ヶ月ぐらい前なんで、ちょっと2ヶ月ぐらい前から作業が止まっちゃってるんで忘れてましたけど。はい。で、シャーシとボディ、くっつけます。まあ、これも、外す時の6箇所ですね。大丈夫ですよね。6箇所。元に、ネジをですね、元に戻して、締めていきます。で、なんでさっきみたいにネジがないところがあるかっていうと、動画撮ってるじゃないですか。こういう時に、ちょっとサボってる時があるんですよ。正直今も6個つけましょうとか言って2箇所しか止めてないですね。走らせるときちゃんとつけてくださいね。今、1、2しか止めてないです。はい。で、完成と。はい、こんな感じですね。いやー、やっぱ1型グリルだな。僕は1型グリル派ですね。かっこいいですね。はい、というわけで、これで1型グリル取り付けができましたと。今気づきましたけど、なんか白い車ばっかり。これと、あ、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、これと、これと、たまたま、なんか白ばっかりになってました。はい。じゃあ、今回ですね、1型グリルをこのバンタイプの方に、取り付けるっていうやり方のご紹介ですね、の動画終わります。ご視聴いただいてありがとうございました。かっこいいな。1型グリル。